Excited? Yeah. Good. I'm really excited. Let's go in. シェーナ皆さんこんにちは、二人パパのみっつんです。先日僕ら新しい車買っちゃいましたということで、今日はその車のご紹介とその車で北極圏へドライブの様子をお伝えします。北極圏あるある、トナカイの群れとの遭遇やスウェーデンのドライブインでお決まりの軽食、そして息子くんのハプニングなど、二人パパと息子くんの様子をお届けします。最後までぜひご覧ください。それでは行きましょう。二人パパの新車でドライブ in 北極圏。皆さんこんにちは、二人パパのみっつんです。今日僕らは今ドライブしてます。あれ、リカパパいる？あ、いますよ。ということで今日はドライブの動画っていうか、新しい車買ったんだよね。そうね。なので新しい車で、今サマーハウスに向かっています。もうサマーじゃないけどね。サマーハウスは日本語でなんだっけ、別荘？別荘だね。別荘。まあ前にも別荘の動画出したことあるけど、今日はまあドライブ動画、途中で動物が出てきたらいいね。トナカイとかエルクとか。気をつけてね。本当だよね。交通事故。安全運転で行きたいと思います。お願いします。新しい車を買ったの理由はなんで新しい車を買った？新しい車を買った理由？すごい大変だったから、前の車が。その話で僕多分ね、20分ぐらい講演できると思います。ということで、その数日前、この車ともお別れ。これは新車が納車される日、中古で安く譲ってもらっていたトヨタアベンシスという車に乗っていたんですが、この車いろいろドラマがありました。フロントライトとバックライトが片方ずつついてないですし、バックドアの隙間からは雨漏りしてスペアタイヤをしまうところがプールのようになってたり、一昨年の冬マイナス19度の中、窓を開けたら凍って閉まらなくなって、家に帰るまで窓を開けっぱなしにして凍えながら運転して、それが治らなかったので、リカとリカのお父さんがはめ殺しの窓に直してくれたりしました。そして追い打ちをかけるように、この冬暖房がつかなくなりました。この北の土地では生死に関わります。ということで、とうとう車を買うことにして納車の日を迎えたわけです。そしてやってきたのがこちら、トヨタのディーラー。Is that one? Yay, that's our car. こちらが今回僕らが購入したトヨタカローラハイブリッドアクティブ。カローラがめちゃかっこよくなっててびっくりしたんですが、実はこれ完全な新車じゃなくて、このディーラーで試乗車として使われていた車。12000キロの走行距離だったんですが、傷もなくきちんとメンテナンスもされていたので新車同然。しかも黒と赤のバイカラーだったり、ホイールもオプションのものだったり、通常だったらオプション費用がかかる装備と夏タイヤ冬タイヤ両方ついて、同じモデルの新車の値段より安く、しかも納車まで1週間、ディーラーに行ったその日に即決しました。今から息子くんを迎えに行きます。息子くんの最初のリアクションがこちら。明るいね。前までずっと電気つかなかったもんね。どう？新しい車。いい。お、勝手に消えた。ということで息子くんも大喜び。その週末にこのドライブに出かけたというわけです。さあ、ドライブ出発です。まあ俺はそんなに悪くなかったと思ったけど、でももうあの車に戻りたくないでしょ。もう戻りたくない。新しいトヨタが。どう、みつパパ、新しい車最高っていうかさ、もう機能が多すぎてまだ全然使えてないんだけど、ほらなんかうちらの車的にはさ、30年前の車からこうタイムスリップした感じ。30年ではなかったでしょ。20年。嘘だって、今2020年だよ。ああ、20年、うん、あれだって2000年ぐらいの車。2000年ぐらい。そうそう。あ、そうか、じゃあ20年。何？そうね、ちょっと近づいたね。Jag kommer lite närmareよ。どう？この車。なんかいい機能ある？ああ、カップがそこで
けるね。じゃあこの前の車と比べたらどう？この車の方がいい？何がいい？あ、後ろ。そうね、いっぱい荷物が入れる。ちょっと今びっくりしたのが、あまりにも今までより快適で静かで安定してるからスピードが出過ぎちゃう。そんなにスピードが出てると思わなかったから今ちょっと慌てて遅くしたけど、昔とさ古い車ってさ100キロ以上出るとピンポンキンコンキンコンキンコンなんかスピード出しすぎのなんか合図が出る車とかなかったっけ？あ、昔あったかもしれない。なんか200キロか110キロかなんかを超えたらなるようになってた気がするけど。でもこれもあるでしょ。井戸でトラフィックサインスを読んで。で昔はさ、そんなこう標識を読んで表示するなんてことはできなかったから。スウェーデンのトップスピードは110キロ。そうだね。日本はある？そういうトップスピード。日本は前まで80だったけど、道路によっては100キロのところがあるんじゃないかな。ちょっとなんか80キロ最高って遅すぎんじゃない？十分だと思います。でもあれだよね、車のさ、こうやって機能が上がってて安定して運転できるようになってるから、もうちょっと上げてもいいですか？と喋ってる間にドライブインに到着。サマーハウスに行く道の途中にこのドライブインがあり、よく利用するんですが、一緒にいるじゃない今。ガソリンを入れて軽いランチを食べるんですが、ここで息子くんがちなみにスウェーデンではセルフ給油が基本です。そして売店の中へ。これスウェーデンのよくあるファストフードだね。機械でできるマッシュポテト。マッシュポタティスモース。レックサラダはエビのサラダと、あとなんていうっけ、コルブクイッドルスパイスバーベキューミックス。そうだね。大体これセット。それはなんでパンが好きじゃないですか？ね、聞いて。どうしたの？何があったの？じゃあそれナプキンで取ったらいいんじゃない？はい、じゃあいただきます。俺も食べたい。まあなんとか息子くんの機嫌も治って美味しく軽食を取ることができたのですが、ここで事件が起きました。おしっこしてた方がいいんじゃない？まだあと1時間ぐらい走る。今パパが聞いたのはおトイレ大丈夫って話。Pappa glömde bort det också. Vilken tur att du landade så bra ändå. この時のこと本人に聞いてみましょうか。でもこれ落ちた？落ちてない？これどうしたの？ホッパー？自分でジャンプしたの？いや本当にもうびっくりしたんですけど、まあ無事で良かったです。そして腹ごしらえも済ませ、もう一度ドライブに出発。北極圏の中に入るとクリスマスに欠かせない彼らの群れに会いました。ちょうどここが川が凍る境目だったね。ずっと北に上がってきて、今までずっと水だったけど、ここ急に氷になった。今年北スウェーデンでは10月に一度ドカ雪が降ったんですが、それ以降は暖かい日が続き、道路上に雪はなかったものの、北に向かうほど川が凍り始めていました。そして車の中で欠かせないのがコーヒー。家でボトルに詰めてきたものをちびちび飲みながら、さらに北へと進んでいきます。スウェーデンは日本のように南北に長い土地。南スウェーデンと北スウェーデンと随分景色が違います。そして気をつけなければならないのが動物との交通事故。トナカイや鹿との接触も多いんですが、特に気をつけなければいけないのはヘラジカ。体が大きくて重いので、車の方が大破して乗っている人間も命の危険があるんです。そんなこんなでここから北極圏。この辺りは特に動物出やすいよね、なんて言っていたら、いっぱいトナカイだね。白いトナカイもいっぱいいる。
僕見たい？後ろの窓開けてあげるよ。じゃKan du höra något? 言って。おー、サク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 サ。いっぱいだったね。Vad tror du de skulle göra? De var där och rädda mossar. Ja, eller kanske de där buskarna som var där. Det var ju några De hade buskar. där eller mossar eller buskar. De hade gröna saker. Ja, de gillar grönsaker. Ja, djur älskar grönsaker. Kunde du höra klockan? 皆さんもトナカイたちからカウベルの音が聞こえたかと思うんですが、あれは北方の原住民サーミの人たちが管理しているトナカイのようです。そしてその後も順調に車を走らせ、あるところに到着。このひとまるサマーハウスとは別のところなんですが、ここでちょっと一仕事あるんです。それはこの家の地下室にあるとある秘密の部屋で行うことなんですが、それはまた別の動画でご紹介します。ということで今日の動画はここまでです。ぜひチャンネル登録や高評価ボタン、コメントなどお待ちしております。それでは失礼します。次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。ごきげんよう。ヘイドー。I love you. 二人パパ。